皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。今回の動画では、簡単。Python で画像を加工する方法について、初心者の方でもわかりやすくご紹介します。Google コラボラトリ、通称コラボという便利な環境を使って、Pil と OpenCV という主要な画像処理ライブラリーの基本的な使い方を学びながら、一緒に手を動かして画像加工を体験していきます。この動画を見れば、あなたも Python で画像を思い通りに編集できるようになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。この動画を通して、皆さんに Python を使った画像加工の基本をしっかりと身につけていただくことを目的としています。具体的には、画像処理の世界で非常に広く使われている Pil、Pilot OpenCV という2つの強力なライブラリーの使い方を学びます。そして、これらのライブラリーを、セットアップ不要で手軽に使えるクラウドベースの環境、Google コラボラトリコラボ上で実行していきます。この動画は、Python の基本的な知識をお持ちの方や、これから画像処理を始めてみたい、あるいは画像処理に興味があるといった方を対象としています。最終的なゴールは、動画を見終わった皆さんが、ご自身の力で簡単な画像加工を自信を持って行えるようになることです。まず、Google コラボについて簡単にご説明します。コラボは、クラウド上で Python コードを実行できる環境です。セットアップ不要、ブラウザーがあれば OK。インターネットに接続できる環境であれば、どこからでもすぐに Python の実行環境を手に入れることができます。GPU や TPU といった高性能な計算資源も利用可能ですが、今回の画像加工の基本には CPU で十分です。画像処理を手軽に試すのに最適な環境と言えます。それでは、Google コラボラトリを始める手順について説明します。まず Google アカウントを準備してください。Gmail が使用であれば利用可能です。次にコラボにアクセスします。ブラウザーで Google コラボラトリと検索するか、スライドに示すアドレスを入力すると、コラボラトリへようこそのページが表示されますので、そのページよりスタートします。あとはノートブックを作成して、コードの記述と実行を行います。このように非常に簡単な操作によって Google コラボラトリを開始することが可能なので、ぜひ試してみてください。Google コラボラトリの起動は、こちらの URL を入力して表示してください。この画面より新しいノートブックを作成したり、既存のノートを開くことができます。また右下のキャンセルボタンを押して、この画面を閉じることもできます。今回は、新しいノートブックを作成して説明を続けていきます。それでは、Google コラボの起動方法について説明します。こちらのアドレスバーの中にこの URL を貼り付け、エンターを押します。しばらくすると、このようなコラボの起動画面が表示されます。こちらはノートブックを開くという画面ですが、この画面より過去に編集したコラボのノートブックをこの画面から開くことができます。それではキャンセルし、先に進んでみましょう。こちらが起動画面に表示されるコラボの紹介ページとなります。内容はコラボとは、はじめに、使用例などが紹介されています。それでは新しいノートブックを作成してみましょう。メニューよりファイルを選び、新しいノートブックを選択します。しばらくすると、新しいノートブックが表示されます。こちらが、このノートブックのタイトルとなります。ここではアンタイトル1となっています。名前をテスト1に変更してみましょう。これで、以下、編集したプログラムコードは、テスト1として保存されます。こちらがプログラムコードを書くコードセルです。例えば A=10、B =20。結果を、ここに A プラス B のように書きます。
これが Python のコードとなります。このコードセルを実行するには、こちらの三角印をクリックするか、キーボードよりコントロールプラスエンターを押します。起動時、この機能を実行するとしばらく時間がかかります。しばらくすると、このセルの下に結果が表示されます。このように、A プラス B の結果30がここに表示されました。新しいコードセルを追加するには、こちらの境目にマウスカーソルを合わせるとコードと書かれているボタンが表示されますので、これをクリックします。追加されたセルで、例えば C=A/B と書いてみましょう。そしてその下に C と書きます。スラッシュは割り算の記号です。そして、これを三角印をして実行します。するとこのように2回目以降は素早く結果が表示されます。こちらに表示されるコードというのは、プログラムセルで、テキストと言われるのは、注釈を書くセルのことを示します。例えばここに練習1と書いてみましょう。すると右側に、このセルが実行された結果がプレビューされます。例えば、この文字の先頭にハッシュタグを挿入してみます。するとプレビューは大きな文字に変化します。このように文字の書式をここで設定することができます。セルの位置は、こちらの上矢印、下矢印で調整することができます。このノートブックを終了するには、ファイルより保存を選択しても良いのですが、通常は自動的に自分のドライブに自動保存されます。画面の上部に保存中などの表示がない場合は、このまま終わっても構いません。今編集した内容は、Google ドライブに保存されていますので、Google ドライブを開いて確認してみましょう。新しいタブを開き、アドレスバーに Google と入力します。そして、この四角のドットをクリックしドライブを選択します。するとこちらのコラボラトリーノートブックと書かれたフォルダーが作成されているのが確認できます。ここでこのフォルダーをダブルクリックして開きましょう。すると、先ほど編集したテスト1のノートブックが保存されているのがわかります。このノートブックをダブルクリックすると、先ほどのコラボラトリーの画面が表示されます。この表示された画面で再編集して、プログラムを編集することもできます。PIL と OpenCV は、どちらも画像処理ライブラリーですが、それぞれ異なる特徴があります。PIL は、画像の読み込み、操作、保存などの基本的な画像処理機能を提供する、使いやすいライブラリーです。画像フォーマットのサポートが豊富で、JPEG、PNG、GIF、TIFF などの一般的なフォーマットを扱うことができます。また、画像のサイズ変更、回転、トリミング、色調変更などの操作も簡単に行えます。一方、OpenCV は、コンピュータービジョンや画像処理のためのより高度な機能を提供する、強力なライブラリーです。顔検出、物体認識、画像セグメンテーションなどのタスクに利用できます。また、GPU アクセラレーションをサポートしており、高速な処理が可能です。どちらのライブラリーを使用するかは、用途によって異なります。基本的な画像処理を行う場合は PIL が適しています。より高度な処理を行う場合は OpenCV を使用することをお勧めします。コラボには主要なライブラリーがプリインストールされていますが、特定のバージョンを指定してインストールし直すことも可能です。PIL をインストールする場合は、pip install pil =9.5.0 のようにコマンドを実行します。OpenCV をインストールする場合は、pip install openqeb-python =4.8.0.76 のように実行します。これらのコマンドをコラボのコードセルに入力して実行するだけで、
ライブラリーのインストールが行われます。画像ファイルを Google コラボラトリーにアップロードする方法について説明します。最初にコラボのサイドバーをクリックし領域を広げます。次に、ファイルアイコンをクリックし作業領域を表示します。ここにファイルをアップロードしていきます。次に、エクスプローラーで PC 上に保存したアップロードしたいファイルを表示します。そしてエクスプローラー上の画像をドラッグして、作業領域に移動します。すると、作業領域の下に点線で囲まれた領域が表示されますので、そこでマウスボタンを離すと、ファイルがドロップされ作業領域にアップロードされます。もう一度、ファイルをアップロードしてみましょう。それでは、実際にコードを書いて画像を扱ってみましょう。まずはピルを使った画像の読み込みと表示です。このコードでは、ピルライブラリーからイメージをインポートしイメージ .open で指定したパスの画像を読み込んでいます。そして、ipython.display からディスプレイをインポートし、読み込んだ画像をコラボ上に表示しています。/content/image1.jpg の部分は、先ほどアップロードした画像のファイル名に合わせて変更してください。前のコードを実行すると、このようにコラボの出力として画像が表示されます。次に OpenCV を使って画像を読み込み、表示してみましょう。OpenCV を使う場合は CV2 をインポートします。コラボで OpenCV の画像を表示するには、通常の CV2.imshow ではなく、google.colab.patch からインポートした CV に_imshow を使用する必要があります。CV2.imlet で画像を読み込み、CV に_imshow で表示します。表示結果は、前のスライドと同じものとなります。読み込んだ画像の情報を確認することもできます。OpenCV を使うと、画像の形状やデータ型などを簡単に調べられます。このコードでは、まず CV に_image.shape を使って画像の形状を確認しています。これは画像の縦、横のピクセル数と、色の情報カラー画像なら3チャンネルを表しています。例えば、3000、4000、3のように表示されたら、高さ3000ピクセル、幅4000ピクセルのカラー画像という意味です。次に、CV に_image.deep で画像のデータ型を確認します。これは、各ピクセルの色がどのような数値形式で表現されているかを示します。よく使われるのは uint8 という型で、これは0から255までの整数で色を表していることを意味します。そして、CV に_image0、0のように座標を指定することで、特定のピクセルの画素値を確認できます。0、0は画像の一番左上のピクセルを指します。OpenCV でカラー画像を扱う場合、色の並びは通常 BGR 青、緑、赤の順になります。例えば、255、0、0と表示されたら、そのピクセルは鮮やかな青色ということになります。さらに、CV2 スプライック EB に_image を使うと、カラー画像を色のチャンネルごとに分解できます。カラー画像は通常、青 B、緑 G、赤 R の3つの情報の組み合わせで色が表現されていますが、このコードではそれぞれの色の情報だけを取り出して、グレースケール画像として表示しています。CV に_imshow で青のチャンネル CV に_imshow で緑、CV に_imshow で赤のチャンネルの画像が表示されます。このように、これらのコードを使うことで、読み込んだ画像がどのようなサイズで、どのような色の情報を持っているのかを詳しく調べることができます。ここからは、基本的な画像加工に挑戦してみましょう。今回扱う加工は、リサイズ画像のサイズ変更、切り抜き画像の一部を切り出す、色調補正グレースケール変換など、ぼかし、などです。これらの加工をピルと OpenCV の両方で行う方法を見ていきます。このコードでは、まず image.open を使って、指定したパスにある画像を読み込んでいます。読み込まれた画像は pil_image という変数に格納されます。次に new_size=300、200で、
リサイズ後の新しいサイズを指定しています。ここで重要なのは、サイズを幅、高さの順番でタプルとして指定することです。この例では、幅を300ピクセル、高さを200ピクセルに設定しています。そして、フィルアンダーラインイメージ、リサイザニューアンダーラインサイズで、実際に画像のサイズを変更しています。元の画像データであるピルアンダーラインイメージに対してリサイズメソッドを呼び出し、先ほど定義したニューアンダーラインサイズを渡しています。この処理によって、新しいサイズに変換された画像データがリサイズドアンダーラインイメージという変数に格納されます。リサイズした画像を確認するために、ディスペイジズアンダーラインイメージを使います。これにより、コラボの出力画面にリサイズされた画像が表示されます。最後に、リサイズドアンダーラインイメージ .save リサイズドアンダーラインイメージ .jpg で、リサイズ後の画像をファイルとして保存しています。セーブメソッドの引数に保存したいファイル名を指定します。ファイル名の末尾の拡張子この場合は .jpg によって画像のフォーマット JPEG や PNG などを指定することができます。このように、フィルを使えば簡単なコードで画像の読み込み、リサイズ、表示、保存といった一連の操作を行うことができます。次に OpenCV を使ってリサイズと保存を行います。OpenCV で画像のサイズを変更するには cv2.resize 関数を使います。この関数は元の画像と変更したいサイズを指定することで新しいサイズの画像を生成します。具体的には cv2.resize 関数の第一引数にはリサイズしたい元の画像データこの場合は CV にアンダーラインイメージを指定します。第二引数にはリサイズ後の新しいサイズを幅、高さのタプルで指定します。フィルと同じように幅が先、高さが後です。この例ではニューアンダーラインウィドスとニューアンダーラインハイトという変数でそれぞれ300ピクセル、200ピクセルを指定し、ニューアンダーラインウィドス、ニューアンダーラインハイトというタプルとして渡しています。cv2.resize 関数を実行すると、リサイズされた新しい画像データが戻り値として得られます。このコードでは、そのデータをリサイズドアンダーライン img01 という変数に格納しています。リサイズ後の画像を確認するために、CV にアンダーラインイムショレジズアンダーライン img01 を使ってコラボ上に表示しています。最後に、加工した画像をファイルとして保存するには、cv2.imwrite 関数を使います。cv2.imwrite 関数の第一引数には、保存したいファイルの名前を指定します。この例では、saved アンダーラインイメージ .png としています。ファイル名の拡張子 .png や .jpg などによって、保存される画像のファイル形式が決まります。第二引数には、保存したい画像データを指定します。ここでは、リサイズしてリサイズドアンダーライン img01 に格納した画像データを渡しています。このように cv2.resize でサイズを変更し、cv2.imwrite で簡単に画像を保存することができます。それでは、保存されたファイルのダウンロードの方法を説明します。ファイルを選択し、オプションボタンをクリックすると、ダウンロードの項目が表示されますので、ここをクリックします。すると、このようにダウンロードしたファイルが表示されますので、ここをクリックしてください。すると、ダウンロードされたファイルが表示されます。続いて、画像の切り抜きです。まずはピルを使います。ピルで画像を切り抜くには、クラップメソッドを使用します。このメソッドは、切り抜きたい範囲を定義する、バウンディングボックスというものを引数として受け取ります。バウンディングボックスは、左上の X 座標、左上の Y 座標、右下の X 座標、右下の Y 座標という順番で4つの数値をタプルで指定します。例えば、10例、50、300、200と指定した場合、これは画像の左上から右に10例ピクセル、上から下に50ピクセルの位置を左上の角とし、左上から右に300ピクセル、上から下に200ピクセルの位置を右下の角とする四角形の範囲を意味します。つまり、幅はライトマイナスレフト、高さはボトムマイナストップで計算できます。このコードでは、レフト、トップ、ライト、ボトムという変数でそれぞれの座標を指定し、それらをタプルにまとめてイメージ .crap に渡しています。
クラップメソッドを実行すると、指定した範囲で切り抜かれた新しい画像データが返されます。この新しい画像データをクロップドアンダーラインイメージという変数に格納しています。そして、ディスプレイクロップドアンダーラインイメージを使って、切り抜かれた画像が正しく表示されるかを確認しています。このように、クラップメソッドと4つの座標を指定することで、画像の特定の部分だけを簡単に切り出すことができます。OpenCV で画像を切り抜く場合は、NumPy のスライシング機能を使います。OpenCV で見込んだ画像は NumPy 配列として扱われるため、配列の一部を取り出す要領で切り抜きができます。OpenCV で見込んだ画像データは、NumPy というライブラリーの配列として扱われます。NumPy 配列では、スライシングという機能を使って配列の一部分を取り出すことができます。画像を切り抜く場合も、この NumPy のスライシング機能を利用します。スライシングは、配列名開始インデックス、終了インデックスのように指定します。画像の場合は、次元の配列なので、画像データ行の開始行の終了列の開始列の終了という形式になります。ここで重要なのは、OpenCV で画像を NumPy 配列として扱う場合、インデックスの順番が、縦方向高さ、Y 座標が先、横方向幅、X 座標が後になるという点です。つまり、Y 座標の開始、Y 座標の終了、X 座標の開始、X 座標の終了という順番になります。PIL での切り抜きでは左上の X 座標、左上の Y 座標、右下の X 座標、右下の Y 座標という順番で指定しましたが、OpenCV の NumPy スライシングでは Y1、Y2、X1、X2、つまり上端の Y 座標、下端の Y 座標、左端の X 座標、右端の X 座標という順番になるため、座標の指定方法が異なります。この違いに注意してコードを書く必要があります。このコードでは、トップ、ボトム、レフト、ライトという変数で切り抜きたい範囲の座標を指定し、img トップ、ボトム、レフト、ライトという形で NumPy スライシングを使って画像を切り抜いています。切り抜かれた画像データは、クロップドアンダーラインイメージアンダーライン CV という変数に格納されます。そして、CV にアンダーラインイムショクロップとアンダーラインイメージアンダーライン CV を使って、切り抜かれた画像を表示しています。このように OpenCV では NumPy のスライシング機能を活用して、直感的に画像の切り抜きを行うことができます。次に、画像をグレースケール白黒に変換してみましょう。まずは PIL です。PIL を使ってカラー画像をグレースケールに変換するには、コンバートメソッドを使います。このメソッドは、引数に変換したいモードを指定することで、画像のモードを変更できます。グレースケールに変換したい場合は、引数に L を指定します。この L というのは、PIL におけるグレースケールモードを表す文字です。L は、ルミナンス輝度の略で、色の明るさだけを表現するモードになります。元のカラー画像が持っていた赤、緑、青の色情報は失われ、それぞれのピクセルの明るさに応じた単一の値通常は0から255の範囲の整数で表現されるようになります。これにより、白から黒までの濃淡で画像が表示されるようになります。イメージ .convert.L を実行すると、グレースケールに変換された新しい画像データが返されます。このコードでは、そのデータをグレーアンダーラインイメージという変数に格納しています。その後のコードは、必要に応じてリサイズを行い、この例では幅300、高さ200にリサイズしています。最後にディスプレイリサイズドアンダーラインイメージを使って、グレースケールに変換された画像がコラボ上に表示されるようにしています。このように、PIL のコンバート L メソッドを使うだけで、簡単に画像をグレースケールに変換することができます。OpenCV を使って画像をグレースケールに変換する方法を見ていきましょう。このコードでは、まず CV2.imlet を使って、指定したパスにあるカラー画像を読み込み、img という変数に格納しています。次に、画像をグレースケールに変換する最も重要な部分です。CV2.cvt カラー関数を使用します。この関数は、画像の色空間を変換するために使われます。CV2.cvt カラー関数の第一引数には、変換したい、元の画像データ、この場合はカラー画像のimg を指定します。
第2引数には変換方法を指定します。ここでは CV2 カラーアンダーライン BGR にグレーを指定しています。これは BGR 色空間からグレースケール色空間へ変換するという意味の定数です。OpenCV が画像を読み込む際、デフォルトでは色の並びが BGR 青、緑、赤の順番になっているため、この定数を使用します。CV2.cvt からリムグ、CV2、カラーアンダーライン BGR にグレーを実行すると、グレースケールに変換された新しい画像データが戻り値として得られます。このコードでは、そのデータをグレーという変数に格納しています。グレーには、各ピクセルの明るさを示す単一の値を持つ画像データが入っています。その後のコードでは、必要に応じて CV2.resize 関数を使ってグレースケール画像をリサイズしています。この例では、幅300ピクセル、高さ200ピクセルにリサイズした結果をリサイズドアンダーライングレーという変数に格納しています。最後に、CV2 アンダーラインイムショレジズアンダーライングレーを使って、グレースケールに変換され、リサイズされた画像がコラボ上に表示されるようにしています。このように、OpenCV の CV2.cvt カラー関数と適切な変換方法の定数を使うことで、簡単に画像をグレースケールに変換することができます。最後に、OpenCV を使って画像にぼかし処理を加えてみましょう。OpenCV には、様々なぼかし処理の方法がありますが、ここでは最も一般的でよく使われる CV2.Gaussian ブラー関数を使ったガウシアンブラーというぼかし処理を紹介します。ガウシアンブラーは画像の各ピクセルに対してその周囲のピクセルの色を平均化することで画像を滑らかにする処理です。この平均化の際に中心に近いピクセルほど強く影響を与え、遠いピクセルほど弱く影響を与えるというガウス分布という数学的な重み付けが使われます。これにより、自然で滑らかなぼかし効果が得られます。CV2.Gaussian ブラー関数は、いくつかの引数を取ります。第1引数には、ぼかしたい、元の画像データ、この場合は、リサイズドアンダーライン IMG を指定します。第2引数には、カーネルサイズをタプルで指定します。カーネルサイズは、ぼかし処理を行う際に周囲のどの範囲のピクセルを考慮するかを決めるもので、幅、高さの形式で指定します。例えば5と指定すると、各ピクセルの周囲 5x5 の範囲のピクセルがぼかしの計算に使われます。カーネルサイズは必ず奇数で指定する必要があります。カーネルサイズが大きいほど、より広い範囲のピクセルが計算に使われるため、ぼかし効果は強くなります。この例では15としているので、比較的強めのぼかしがかかります。第3引数には、標準偏差シグマ X とシグマ Y を指定します。これはガウス分布の広がり具合を制御するパラメーターで、ぼかしの強さに影響します。通常は X 方向と Y 方向の標準偏差を指定しますが、片方だけを指定したり、両方に例を指定することも可能です。両方に例を指定した場合、OpenCV がカーネルサイズから自動的に適切な標準偏差を計算してくれます。初心者の方は、こちらを例にしておくのが簡単です。このコードでは CV2 ガウシアンブラーリサイズドアンダーライン IMG15 例としてリサイズ後の画像にカーネルサイズ 15x15 でガウシアンブラーを適用し、その結果をブラーリドアンダーライン IMG という変数に格納しています。最後に CV2 アンダーラインイムショレジズアンダーライン IMG でぼかす前の元の画像とCV2 アンダーラインイムショバードアンダーライン IMG でぼかし処理後の画像を並べて表示し、ぼかし効果を確認できるようにしています。このように CV2.Gaussian ブラー関数を使うことで、画像のノイズを軽減したり、滑らかにしたりするぼかし処理を簡単に行うことができます。さて、今回の動画では、PiltOpenCV という Python の画像処理ライブラリーを使って、画像の読み込み、表示、そして基本的な加工リサイズ、切り抜き、グレースケール化、保存ぼかしを行う方法を学びました。Google コラボを使うことで、手軽にこれらの処理を試せることもご紹介しました。今回紹介した以外にも、画像処理の世界には様々な加工や解析の手法があります。例えば、フィルター処理、図形描画、さらには顔検出や物体認識といった高度なタスクも可能です。ぜひ、
今回学んだことを活かして、自分でいろいろなコードを書いて試してみてください。きっと新しい発見があるはずです。この動画が皆さんの Python を使った画像処理の第一歩になれば嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございました。もしこの動画が役に立ったと思われたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。皆さんの応援が動画制作の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。